2. Bumpy Road. We must find Wendy before the Honkai energy completely controls her. 僕に任せて。早く来て。ウェンディ。飛んでっちゃった。今は情報を早く本部に報告し、S 級バルキリーを出動させて彼女を捕まえないと。ブローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。危険は冒せないのよ。彼女のエネルギーは律者に匹敵するのよ。それに彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性があるの。私もウェンディを信じるよ。長空市の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意志で崩壊に打ち勝ったでしょ。キアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してから S 級バルキリーが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。姫子少佐、ありがとうございます。ちゃんとついてきてね。邪魔しないでね。せいはっせいはっ、早く来て。邪魔しないでね。やっはっやっせいはっ、ちゃんとついてきてね。でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第4律者に認定したこと。もう1つは第4律者を捕獲するため欧州本部の S 級バルキリーがもう出発していることよ。 S 級バルキリーが？なんでもない時だったら手合わせしたいな。でも今は会いたくない。今回出動している S 級バルキリーはデュランダルよ。黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っているわ。今の S 級バルキリーの中では最強だそうよ。早く来て。邪魔。やっスタージャンパー、僕と共に制限解除。やっやっ失礼。ちゃんとついてきてね。さらにもう一つ悪いニュース。天命の衛星によると、ついさっき5隻の空中戦艦が太平洋上空を横切るのが観測された。空中戦艦？まさかレゲントロピーの部隊ですか？そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。レゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。あなたたちまで危険な目に遭わせたら取り返しがつかないわ。ティアナ、今回は手を貸してあげるよ。レゲントロピーのキツネどもがついに手を出してきたみたいね。でもちょうどいい機会かもね。手を貸す？一体何を？ちょっとすればわかるよ。早く来て。本当に必要？ステルスモード中の邪魔しないでね。やっせいはっせいやっせいはっせい、ちゃんとついてきて。せいはっ早く来て。邪魔しないでね。やっせいはっせいはっやっせいはっウェンディは見つかった？もう時間はないわよ。あと2分で S 級バルキリーがニュージーランドに到着するわ。レゲントロピーの空中戦艦ももうすぐ着くはずよ。ああ、もう間に合わない。 S 級バルキリーとレゲントロピーの部隊のことは心配しないでいいよ。まさか学園長 S 級バルキリーの待機命令を出せるんですか？
残念ながら私にその権限はないのよ。でも彼女たちの位置を知る権限ならあるよ。まさか。正解。公共チャンネルで S 級バルキリーの位置を実況したわ。ネゲンタロピーの通信システムは進んでいるから実況放送は聞き取られるはず。それならキツネたちは S 級バルキリーに奇襲をかける選択をするはず。なるほど、道理で遠くから爆発音が聞こえるのね。自分の人を売るのはいささか不本意だけど S 級バルキリーもそう簡単には負けないわ。ネゲンタロピーの連中が時間稼ぎをしてくれるといいね。よし、次は私たちの番よ。僕に任せて。ウェンディ、やっと見つけた。どうして追いかけてきたの？殺されたいの？さっきは逃がしてあげたのに、まさか私を倒せるなんて思ってるの？ウェンディちゃん、お願いだから一緒に帰ろう。ここはとても危険なの。天命本部からS 級バルキリーが捕まえに来るし、ネゲントロピーの部隊も到着しちゃう。 S 級バルキリー、律者に匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこといいわ、試させてもらう。私の力が S 級バルキリーを超越しているかどうか。あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんてさっきはうっかりしてただけよ。本気を出したら律者を倒すなんて簡単なんだから。フローニャお姉ちゃんを悲しませたくないからあなたたちとは戦えない。追いかけてこないで。また飛んでっちゃった。スタージャンパー待機中。焦らないで。ザコドはっ先ほどデュランダルと通話したよ。どうでした？彼女の一座標は取得できました。本当に騙しやすいので、さすがは正直者で有名なバルキリー。仕方ないよ、全てはキアナたちの時間稼ぎのため。しかし彼女の位置を敵に暴露するなんて、デュランダルは少なくとも私たちの友軍なのですが。あんなうるさい小娘は友軍なんかじゃない。私はあの子のせいでどれだけ苦労したことか。それにどのみちネゲントロピーを討伐するからデュランダルに手助けしてもらおう。位置を暴露したってネゲントロピーに少しの情けをかけただけよ。何せあのデュランダルは化け物なんだから。すごい、テレサちゃん愛してる。それはそうと、早くウェンディを見つけないと。S 級バルキリーと会えなくて内心ちょっと残念だけどね。今の間抜けなあなたじゃ彼女との訓練で殺されてしまうの？訓練で死ぬってどういうこと？この世に本物の変態がいるとしたら彼女のことよ。天命にいる3人の S 級バルキリーのうち2人は驚異的な天賦の才能を持っているけど、彼女だけは圧倒的な努力家だよ。他2名の S 級バルキリーが1回でできることを彼女は10回も20回もやらないと身につかない。それを100回やるのが彼女よ。でも彼女が一般人なら100回やっても無意味でしょう。少なくとも彼女自身が努力型だと思っているから、努力次第で何でもできるって考えてる。例えばあなたは理論試験の成績が不合格だと彼女に伝えれば、彼女はきっと毎日26時間勉強させるだろうね。問題を出し続け、
あなたの試験の要点を覚えるまでの模擬試験。そんなの悪夢としか思えない。じゃあやっぱり会いたくない。なんにせよ私はテキストを見るだけでこの世界に生まれたことを後悔するんだから。役に立たない人類、私に任せて。めんどくさい。ちゃんと見てて。はい、ちゃんと持ってて。ねえ、あっちに行ってみ。で、話は戻るけど、テレサってその S 級バルキリーと仲がいいの？そこまで親しくはないよ。彼女が A 級バルキリーになりたての頃、私の指揮下にあっただけ。それって親密な上司と部下の関係じゃないの？そこまで親密じゃないね。その言い方からして以前に何かあったの？大した問題じゃないよ。前に話したでしょ。あの S 級バルキリーは変態レベルの真面目だって。その真面目さゆえに私は息が詰まる思いだったの。彼女からすれば上司は軽々しく喋ったらダメだし、昼夜問わずに仕事に専念しなきゃダメだって。私がちょっと休んだだけで半日ほど説教されたよ。聞いただけでも恐ろしい。私の上司が姫子のようないい加減な人で助かったよ。もしもし、今通信中なんだけど。でもその後やっと彼女に煩わされずに済む方法を見つけたのよ。方法？どんな？それは私個人の秘密よ。キーワードはローランド。彼女がうるさい時にはこの言葉さえ口にすれば静かになってくれるよ。Protect supplies. それだけ？魔法少女。動かないでよ。どうしよう。どうしたの？ミランダルからもうネゲントロピー部隊を撃退したって通信が入ったのよ。さすがは S 級バルキリーですね。私にだけ現在位置を教えたのに、なぜネゲントロピー部隊に襲撃されたのかと聞かれたよ。だから学園長、騙すのは良くないですって。とにかく合理的な説明を考えないと。さもなければまだ彼女は報告に行っていないはずだけど、絶対に丸一日お説教されるよ。でも私には関係ないと思いますね。逃げ切ったと思うのか、姫子少佐。学園長、一つ思いつきました。天命組織内にネゲントロピーのスパイがいて位置情報を漏らしたというのは。ダメ。それじゃあ天命内部が混乱しちゃう。ブローニャの案はネゲントロピーが今回の崩壊を招いた目的そのものが S 級バルキリーを狙撃することだったため、彼女が到着してすぐマークされたというものです。かなり合理的な感じね。でも S 級バルキリーをターゲットにするには今回のネゲントロピー部隊では戦力が足りなすぎる。やっぱりバレちゃう。じゃあやっぱり私のアイデアで
デュランダル部隊が実際に通ったルートはかの有名なゴールドコースト観光コースだったの。だからネゲントロピーの部隊はただの観光に来てて、偶然デュランダルと出くわしちゃったんだって言えば通るよ。そんな口実わらじ虫でさえ信じないわよ。いや、いけるかも。ファンタジーっぽいものの明らかな論理の破綻はない。試してみよう。どうでした学園長、うまくいきました？信じてくれたね。まさか正直すぎるあまりおバカ同然なのかしら。デュランダルは話のわかる人だと思っていたよ。いいお友達になれるかも。Thanks for watching!